こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今日はコスメ断捨離です。1年ぶりにコスメを購入したので、新しく買ったコスメを紹介しつつ、使用期限が切れたものや今の私に合わなくなったコスメを手放していきます。以前は1用と5個ぐらい持っていた私が、コスメは少数精がいいと思えたきっかけなどもお話しするので、コスメを減らしたい方の参考になったら嬉しいです。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。暮らしを整えたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。新しく購入したコスメはすべて RMK のものです。ブランドを統一することにこだわっているわけではありませんが、一人の BA さんに見立ててもらうと全体のトーンがまとまる気がして、最近は一度にまとめて購入することが多いです。まずはベースメイクの紹介です。下地は RMK。これ1本で日中用クリーム、日焼け止め、下地の3役を担っているので、朝は化粧水の後、これ1つで済むので時短になります。みずみずしく乾燥肌の私にぴったりです。1用と1個を心がけているので、以前使っていた津田コスメのバームを手放します。使用期限が大幅に過ぎたことと、テクスチャーが少し重く感じ始めていたので買い替えました。一時期はオーガニックコスメに凝っていましたが、使用期限が通常の化粧品と比べて短いので、最近はあんまり買わなくなりました。次にコンシーラーです。乾燥肌なのでリキッドタイプにしました。伸びが良く薄付きなのにクマが自然に隠れて、今回の買い物で一番満足しています。次にファンデーション。しばらくファンデなしでしたが、最近乾パンが気になって購入しました。乾パンがカバーできないとチークの発色が変わってしまうので、これは致し方ありません。 BA さんに選んでもらって初めて気づいたのですが、私は首より顔の色の方が明るいらしくて、顔の色に合わせたカラーにしました。自分では気づいていなかったので、コスメカウンターに行ってよかったなと思いました。パウダーは松清限定で発売されたアネッサのものです。ブラシタイプで手を汚さず日焼け止めの塗り直しができる優れものです。この夏ずっと売り切れていて、夏の終わりにようやくゲットできました。ブラシは取り外せて洗えるのが衛生的で安心です。ただ私はちょっと乾燥が気になるので、買い替えを検討中です。ベースメイクは以上の4点です。物を減らし始めた頃はコスメをとにかく少なくすることにこだわっていましたが、今は悩みに応じて必要なものは持とうと割り切れるようになりました。次にカラーメイクです。今回一番欲しかったチーク。新色のダスティーピンクで甘すぎず上品な血色感が出ます。全然色味わかんないですね。私の部屋は北向きですごい暗いので、色味は参考にしないでください。こちらはサイズが小さめで使い切れそうなのが嬉しいポイントです。以前のチークは落として粉々になったので手放します。次にアイシャドウです。前回のコスメ断捨離の動画でパレットより単色の方が1色ずつ見直せるしコンパクトでいいよと教えていただき、初めて単色にしました。単色にしたことによって本当にコンパクトになって早くも満足しています。コメントありがとうございます。カラーは13番と21番。前に使っていたアイシャドウはこちらで、色味似てますね。カラー診断に行ってもコスメカウンターに行っても提案される似合う色は同じような色なので、似合う色って多くないんだなと感じて、コスメは1用と1個あれば十分と思いました。以前のシャドウはこちらも落としてケースが閉まらない上に粉が落ちてきて地味にストレスだったので手放します。注意力散漫でよく物を落としちゃうんですよね。もったいない気もしますが、こちらも使用期限の6ヶ月を過ぎているので、仕方ないやと思っています。次にハイライトです。こちらは今回買い替えませんでした。小田切ヒロさんの YouTube でアラフォーはパール強めのハイライトは NG と言っていたので、見直したいなと思いつつ、その動画がわからなくなってしまって、ひとまず現状維持でいきます。次にリップメイクです。こちらはリップベースライナーです。リップが落ちやすいのでリップベースを使うようにしています。こちらはベースとライナーが1本になっていて、物が1個減って嬉しいです。繰り出し式で削る手間がないのも楽ちんです。カラーは自然な血色感のローズベージュです。
以前使っていた削るタイプのライナーはうまく削れなくて、だんだん使わなくなってきてしまったので手放すことにしました。次にリップです。落ちにくさで話題の RMK。私本当にリップ落ちやすいんですけども、これは確かに落ちにくい気がしてます。カラーは見慣れない色で違和感ありましたが、 PA さんにお似合いですよと言われ決めました。 SNS につられてコスメを購入していた時よりも、自分に似合うものをプロに選んでもらうようになってから無駄買いが減って、自分にも少し自信が持てるようになりました。以前使っていたリップはなんと使い切りました。多分人生で初めてリップを使い切れたかもしれないです。リップブラシを使えばまだ使うこともできましたが、使用期限の1年を経過したのと、ブラシ持ち歩くのが面倒だったのでもういいです。次はグロスです。以前使っていたものを使い切ったので、気になっていたミルクタッチを購入してみました。買った色よりノベルティでもらったミニサイズの方が好みでした。グロスは私のポリシー1用と1個2半紙やむを得ず2個持ちになっています。最後にアイブロウペンシルです。こちらも以前使っていたものを使い切り、久しぶりにエクセルを購入したのですが、書きやすさとスクリューブラシがやっぱりいいなと思いました。最後にフェイスミストも使い切りました。こちらはあんまり意味を感じなかったので、今後も購入することはないかなって思っています。私が持っているコスメは全部で11点、手放しは7点でした。コスメはたくさんいらないなと感じたきっかけが2つあって、1つ目が似合う色は多くないということです。だいたい同じような色をいつも提案されるので、それが最善であり、1個あれば十分と思うようになりました。2つ目が量より技術が大事と感じたことです。小田切ヒロさんをはじめヘアメイクアップアーティストさんの動画を見て、当たり前なんですが、同じコスメを使っていても仕上がりが全然違うことに驚きました。たくさんのコスメを持っていてもテクニックがないと意味がないなと感じたので、コスメをたくさん持つよりも技術を磨くことが大事と感じるようになりました。RMK は1万1000円以上購入するとメイクレッスンを受けることができるので、それも目当てで今回 RMK のコスメを購入しました。以上が私のコスメ紹介動画でした。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは暮らしを整えるヒントを発信しています。チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけるととっても励みになります。次回の動画は冬服紹介を予定しています。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。